はい、こんにちは。今日はね、モータージェットやっていきたいと思います。ロケットエンジンを使ったジェットとモーターを使ったプロペラの合わせ技を使った乗り物を作りたい。ということで、行ってみましょう。まずベースにする飛行機は以前2号機として作ったものがあるので、そいつを取りに行くんだけど、せっかくなので前回作った小型ジェット機に部品の一部を積んで持っていけるかな。いざ。ちょっと難しいなこれかなりギリギリ飛ぶくらいのスペックに調整したってのもあるんだけど、モーター1つと電池をいくつか積んで10キロくらい増えただけでかなり厳しいですね。ちょっとバランスが悪いので荷物の取り付け位置とかを変えてみたところマシにはなったんだけど、地上からそんなに高く飛ばないというか、高度が上がるより先に地上の障害物にぶち当たっちゃうんだよねこれ機体のスペックを上げるってのが最善策なんだけど、今回はこいつは主役じゃないので、それはまた別の機会に置いといて。よし、まあこんなところかな。山を1個越えてきた程度だし陸続きでもあるので、正直歩いた方が早かったんだけど、まあ実運用データが取れたってことでいいでしょう。どのみち積載量的に十分な燃料が積めないことも分かってたので、ここからは歩いていきます。この山を少し越えた先に、あれ？思ったより遠いかもしんないちなみにモータージェットっていう言葉は現実にもあって、それはモーターの力で空気を圧縮して燃料を吹き出すときにその圧縮空気を使うってな仕組みみたいなんだけど、今回は単純にモーターとジェットを組み合わせるってな意味で使ってます。とかなんとか言ってるうちに、はい、こいつが2号機なんだけど、とりあえず部品をくっつけてまずは作業場所まで戻ります。こいつは以前使ってた飛行機の輸送機仕様だった時に作ってた設計図で複製したものなんだけど、1号機はその後何か微調整したかな。とにかく1号機とほぼ同じスペックになってます。にしてもこんだけ離れてるんだったら新しいの作った方が早かったかもしんないちなみに最近作った V トールと違ってこいつは垂直に降りるのが難しいんだけど、まあこんなもんかな。あとはさっきの小型ジェットからロケットエンジンを回収して、それ以外の部品はレアパーツは使ってないのでほっといていいかな。これで作業場所に戻ります。前回の作業場所に降りれれば一番良かったんだけど、なかなか風に流されるなちょっと離れたんだけど、まあ障害物も少ないしこの辺でもいいか。はい、ひとまず準備ができたわけなんだけど、
今回の目標としては、この湖の上に浮いてる空中遺跡、あの場所に到達するのを目標にします。で、まずはロケットエンジンを積む前の状態でどこまで行けるかを確認しときましょうか。いざ。電池の数で出力が変わるので、それ次第でもあるんだけど、今は電池3本のセッティングですね。このセッティングだと出力が弱くって風に流されやすいんだけど、一応近くまで行けるというか、もしかしてこれで届くか？あの空中遺跡、2段階目の高さだと思ってたんだけど、ロケットエンジンが3つ置いてあるのって3段階目の高さなのかな？どうもね、高さによって置いてあるロケットエンジンの数が違うんじゃないかっていう研究結果が出てるので、多分あれが3段階目に当たるんでしょうね。それはいいとして、これロケットエンジンなしで届くことが分かっちゃったんだけどちょっとね、ロケットエンジンなしで到着しても面白くないので、それは後のお楽しみに置いといて、いっぺん帰ります。よし、じゃあこいつにロケットエンジンを積んでいきましょう。設置場所はこっちの左側に搭載するのがいいかな。これね、プロペラの反作用の影響で左側に荷物を載せると安定性が増すことも分かってるので、そこは多分問題ないんだけど、この後ろの方の翼がね、ロケットの噴射って燃えちゃいそうなんだよねで、さっきの手応え的に機体性能は落とした方が面白そうなので、いっぺん取っ払いましょうか。配線はプロペラとは別にしときたいのはあるんだけど、こっち側の配線が邪魔になるので、この辺もいっぺん取っ払います。ついでに今となっては意味がない部品も交換しときましょうか。これハンドル部分になんで松ぼっくりを使ってるのかというと、プロペラの材料ですね。どういうことかというと、昔は決まった大きさに切るってのが難しい作業だったので、この種から育つ松の大きさをプロペラと主要部分の翼の統一規格として使ってますが、今では設計図が実装されてるので、好きな大きさの材料から作れますね。よし。で、この左側の配線は最初は充電用の予備電源用だったんだけど、その後の改造で前側に重心を持っていた方がバランスが良くなったので、今は使ってないんだよね。なので、ここにロケットエンジン用の配線を組みます。よし、こんな感じか。一応動くはずのものはできたので、ひとまず動かしてみます。いざ。おー。なんかね、これ左側につけちゃったので、これで点火すると左側だけ加速して右旋回しちゃうんだよねあと翼はさっき取っ払っちゃったんだけど、積載量が燃料込みで50キロ以上増えてるので、重すぎて飛ばなくなってるみたいです。
いろいろ改良が必要そうなんだけど、まずはロケットエンジンはおとなしく真ん中に積んどいた方が良さそうですね。で、重量が増える分に対して揚力が足りてないので、結局翼を追加する必要がありますね。てか、この機体改めて見ると細かいところが破損したのを無理やり修繕して使ってるので、これもついでに直しましょうか。で、もともと実績のある機体をベースにしたとはいえ、後ろの方の翼をいっぺん外してるので、実際に動かしてみながら全体のバランスを調整していってます。実質半分くらいは作り直してますね。で、動かしてる時に思ったのが、結構重たいものを乗せてるってのはあるんだけど、飛んでる途中で機体が大きくぶれることがあるんだよね。これ VTOL 作った時も同じようなことがあって、あの時は重心から離れた位置にあったエンジンを重心に寄せると結構安定したんだけど、今回も構造上かなり自由は効かなかったんだけど、少し重心に近くしたりコックピットを少し移動したりで結構マシになりました。このブレが起きる現象については上半角をつけると解決したっていう研究結果がちょうど出てるので、それはそれでまた今度試してみようかな。なんやかんやってこれでいけるんじゃないかってな機体が出来上がりました。よし、じゃあこれでいざ。で、ロケットエンジンはプロペラと違って空気抵抗が少ない場所の方が性能を発揮できるんだよね。なので低空の空気の密度が高いところではプロペラの推力を使って、上空の空気が薄いところではロケットエンジンの推力を使うのが正しいかもしんない。よし、この辺かな。いざ。おー、なかなかいい感じに上昇して、空中遺跡の高度を超えましたね。電池もまだ残ってるし、あとはプロペラの力で進めるかな。これね、地上と違って空中遺跡だとこの地面にも風が吹いてるので、地上よりも着陸が難しいんだけど、おー、これで空中遺跡にたどり着くことができました。地面に固定する方法を考えてる間に落っこちちゃいましたね。この湖の周りは陸続きなので、あの辺に落ちただけだったらまた今度拾いに行けばいいかな。はい、改めて空中遺跡にたどり着くことができました。ということでモータージェットやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。モーターとロケットの使い分けができる機体っていうコンセプトでやったんだけど、実際のところこれだけ重い燃料を積んでも飛べるくらいの高性能飛行機が出来上がっちゃったんだよね。で、今回はベースとなる飛行機側の
調整に重きを置いたんだけど、あとはロケットの数とか燃料を調整したりとか、その上で全体的な調整をすることで、さらに実用的な乗り物とかも作れるかもですね。で、最後に到着した空中遺跡からの続き。飛行機はさっき墜落しちゃって乗り物がない状態なんだけど、せっかくロケットエンジンと燃料があるので、じゃん、こいつで作業場所まで帰ります。いざ。まあ最悪あの空中遺跡の足元はほぼ浅瀬になってるので、普通に飛び降りた後で歩くこともできたんだけど、まあまあ近くまでたどり着けましたね。で、墜落した飛行機も回収したいんだけど、この辺の水辺が多い場所をもっと効率的に動ける乗り物が欲しいんだよね。ということで、次回は水陸両用車やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。